こんにちは。ミスタージャパニーズチャンネルへようこそ。皆さんこんにちは。今日もご一緒できて本当に嬉しいです。初めての方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。そして、この動画にいいねもお願いしますね。私は健三です。私はみずきです。このチャンネルでは、日常で使える自然な日本語を一緒に練習していきます。動画を気に入っていただけたら、いいねとチャンネル登録で応援してください。私たちにとってとても励みになります。さて、今日のテーマですが、私たちみんなが時々感じることについてお話します。今日は日本語でストレスについて話す方法を学びましょう。それでは水木さん、今日の調子はどうですか？とてもいいです。ありがとうございます、健三さん。そちらはいかがですか？私も元気です。ありがとう。週末はゆっくり過ごせましたか？はい。本当にリラックスできる週末でした。まさに必要としていたものでしたね。それは良かったですね。土曜日は何をされていたんですか？代々木公園で長い散歩をしました。太陽が輝いていて、本当に静かで平和でした。それから日曜日は家でゆっくり本を読んで、ハーブティーを飲んでいました。わあ、それは完璧ですね。私の週末はもう少し忙しかったです。あら、本当ですか？健三さんの週末はどんな感じでしたか？そうですね。マンション全体を掃除することにしたんです。かなり大変な作業でした。あちこちに埃があって、それからスーパーに買い物に行ったんですけど、すごく混んでいました。お忙しい週末でしたね。でも、綺麗になったマンションは気持ちいいでしょ？そうですね。本当に気持ちがいいです。物が実際に見つかるようになりました。でも、昨日は全く違う一日でした。あらら、昨日何があったんですか？朝、目が覚めた瞬間から始まりました。目覚まし時計が鳴らなかったんです。それは最悪ですね。遅く起きちゃったんですか？かなり遅くなりました。5分で準備しなきゃいけなくて、本当に慌てていました。マンションの中を走り回って、それから鍵が見つからなくて、それ嫌ですよね。急いでいる時に限っていつもそうなりますよね。鍵はどこにあったんですか？ジャケットのポケットです。前の日に着ていたジャケットの中に。でも、あちこち探したんですよ。テーブルの上、カバンの中、ソファーの下。本当にイライラしました。その気持ち、すごくよくわかります。私もスマホが見つからないとき、心臓がドキドキして、ちょっとパニックになります。そうです、パニック。まさにその言葉ですね。やっと鍵を見つけたんですけど、もう仕事に遅刻していて、それにもちろん交通渋滞もひどかったです。もちろんですよね。遅刻しているときに限っていつもそうです。そうなんです。会社に着いたら、上司が私を見て、遅刻したねっていう顔をしたんです。あの顔、わかります。あまり気持ちのいい顔じゃないですよね。全然良くないです。それから机に座ってパソコンを開いたら、新しいメールが52通もありました。52通ですよ。52通。わー、それはすごい数ですね。私だったら完全に overwhelmed。圧倒されてしまいます。そうでした。とても圧倒されました。どのメールから読めばいいのかわからなくて、
仕事の山のようでした。ただ座って5分間画面を見つめていました。どうしたんですか？どうやって始めたんですか？そうですね。水木さんのアドバイスを思い出したんです。リストを作ることにしました。リストがあるといつも気分が良くなりますから。それはいいアイデアですね。リストを作ると大きな問題が小さな問題にたくさん分かれた感じになります。小さな問題の方が解決しやすいですから。本当にそうですね。それでリストを作り始めたんですけど、そうしたらパソコンがすごく遅くなったんです。一つのメールを開くのに1分もかかって、本当にイライラしました。遅いパソコンは世界で最もイライラすることの一つですよね。簡単な作業をとても難しくしてしまいます。本当にそうです。叫びたくなりました。でも叫びませんでした。深呼吸をして、立ち上がって、窓のところまで歩いて行きました。数分間外を見て、それからお茶を入れに行きました。よくやりますね。短い休憩を取るのはとても大切なことです。また、頭がはっきりと考えられるようになりますから。お茶を飲んで少し落ち着きました。でも、その日はまだ終わりじゃなかったんです。午後に大きな会議があったんです。あら、会議はストレスになりますよね。難しい会議だったんですか？長くてとても退屈な会議でした。それに、プロジェクトのプレゼンテーションをしなければいけなくて、すごく緊張しました。プレゼンで緊張するんですね。でも、健三さん、私たちが撮影するときは、とても自信があるように見えますよ。これは違うんです。同僚や上司に話すのは怖いです。口が乾いて手が冷たくなります。それは、ストレスに対する一般的な反応ですね。私の友達も緊張するんです。大勢の前で話すと顔が赤くなってしまうんですって。それが普通だと知って安心しました。そういう時はどう準備するんですか？そうですね。たくさん練習します。でも、部屋の中で一人、友好的な顔を考えるようにしています。その人を見て、その人に話しかけるんです。そうすると、緊張が少なくなります。それはいいテクニックですね。次回試してみます。それで、長い会議が終わって、これで一日が終わったと思ったんですけど、違いました。他に何があったんですか？銀行に行って新しいカードをもらわなきゃいけなかったんです。銀行まで歩いて行ったら、閉まっていました。ドアに特別イベントのため閉店っていう張り紙がありました。健三さん、そんな長い一日の後に、それは本当にがっかりですね。もう疲れ果てていたでしょう？そうでした。完全に疲れ果てていました。家に帰ってソファーに座って1時間動きませんでした。ただ壁を見つめていました。時々何もしないことが必要なんですよね。脳が休息を必要としているんです。本当にそうでした。それが私のとてもストレスの多い一日でした。でも、水木さん、教えてください。どんな状況があなたをストレスに感じさせますか？大きな音だけですか？大きな音は私にとって大きなものですね。音が多すぎるとき、車、人が話す声、工事、考えられなくなります。ストレスを感じて
静かな場所を探す必要があります。なるほど。静かな場所を探すんですね。他には何がありますか？もう一つは、締め切りがたくさんあるときです。例えば、レポートを書き終えて、パーティーを計画して、お母さんへのプレゼントを買う。これを全部同じ日にしなきゃいけないとき、いろいろな方向に引っ張られている感じがします。いろいろな方向に引っ張られる。それは素晴らしい表現ですね。私もそう感じることがあります。それで、秘訣は何ですか？そういうことを全部どうやって管理するんですか？まず、健三さんと同じようにリストを作ります。やらなきゃいけないことを全部書き出します。それから何が一番大切かを決めます。何が一番優先すべきことか。その一番のことを最初にやります。つまり、優先順位をつけるんですね。そうです。優先順位をつけます。それが集中するのに役立ちます。それから大きなタスクを小さなステップに分けるようにしています。例えば、レポートを書くは大きすぎます。だから、1、ドキュメントを開く。2、序論を書く。3、パート1のデータを探すって書きます。小さなステップは簡単です。それはとても賢いですね。小さなステップは怖くないです。その通りです。もう一つ私がストレスを感じることは対立です。対立。誰かと口論するような？はい。または友達との小さな意見の相違でも好きじゃないんです。不快で不安な気持ちになります。それは理解できます。難しいですよね。どうしますか？落ち着いて話すようにします。何があったか話せますか？ちょっと悲しい気持ちなんですって言います。怒ったり静かにしたりするよりいいです。それはとても成熟した対応ですね。私はいつも大きなケーキを食べてしまいます。まあ、ケーキも時々いいですけど、話すことの方が問題を解決するにはいいですね。その通りですね。それで、仕事のストレス、騒音のストレス、締め切りのストレス、人間関係のストレス。ストレスはどこにでもありますね。そう見えますね。でも、大切なことは、ストレスを完全に避けることじゃないんです。それは不可能です。大切なことは、それをどう管理するかを学ぶことです。なるほど。それでは、私たちの方法をリストアップしましょう。リストを作ること、休憩を取ること、お茶を飲むこと、友達と話すこと、優先順位をつけること、タスクを小さなステップに分けること、そしてケーキ。はい、ケーキも。でも、身体活動も忘れないでください。走ることが助けになるって言っていましたよね。ああ、そうですね。運動はストレスに最高です。10分の散歩でさえ気分が完全に変わります。頭から悪いエネルギーを取り除くような感じです。同感です。それから、睡眠もとても大切です。よく眠れないと、次の日はストレスに対してずっと敏感になります。本当にそうですね。最悪で恐ろしい良いところが何もない一日の後、午後9時に寝ました。ほぼ10時間寝ました。10時間？体が必要としていたんですね。今日は気分が良くなって嬉しいです。そうです。ありがとうございます。よく寝ることが何をもたらすか、
本当に驚きです。それで楽しいことはどうでしょう？楽しいことはストレスに良いですか？もちろんです。好きなことをするのはストレスと戦う素晴らしい方法です。私にとっては料理をすることや音楽を聴くことです。私にとってはオンラインで面白い動画を見ることです。笑わせてくれます。笑うと問題を忘れます。それは完璧な例ですね。笑いはストレスに対する最良の薬です。それでたくさんの道具があるわけですね。ストレスのための道具箱があります。そうです。そして違う道具が違う人や違う状況に効きます。時々友達と話す道具が必要で、時々は面白い動画を見る道具が必要なだけかもしれません。その通りです。鍵は自分が何を必要としているかを知ってそれをすることです。ただストレスと一緒に座っていてはいけません。それはいいアドバイスですね。では、視聴者の皆さんのためにいくつかの文を練習しましょう。誰かにストレスを感じているとどう伝えればいいですか？今ちょっとストレスを感じていますとか、ストレスの多い1週間でしたって言えますね。ストレスの多い1週間でした。なるほど。助けを求めたいときは、ちょっと圧倒されています。これを手伝ってもらえますか？とか、シンプルに今頭の中にたくさんのことがあって言えます。頭の中にたくさんのことがある。それ、いいですね。気持ちを説明するシンプルな方法です。ストレスの多い状況はどう説明すればいいですか？今日の渋谷の交通はとてもストレスでしたとか、大きな音はとてもストレスに感じますって言えます。ストレスを感じているように見える友達には何て言えばいいですか？ちょっとストレスを感じているように見えるけど大丈夫？とか、話したい？って聞けます。とても親切で支えになる言葉ですね。話したい？それはいいですね。気にかけていることを示します。そうですね。ですから視聴者の皆さん、ストレスを感じたら覚えておいてください。大丈夫です。それは普通の感情です。そして今、それについて話すための日本語の言葉がありますよ。そして気分を良くするためのアイデアもあります。道具箱を忘れないでください。それでは、今日は気持ちについて話すためにとても便利な言葉をたくさん使いましたね。もう少し練習しましょうか？はい、やりましょう。ミニ語彙復習ですね。みんなが覚えるのに役立つと思います。いいですね。最も大切な言葉から始めましょう。最初の言葉はストレスです。ストレス。この言葉を何度も言いましたね。とても一般的な感情です。ストレスを感じているとき、何かについて心配したり、緊張したり、不安になったりします。感じる不快な圧力です。例えば、試験の前にストレスを感じます。または混んだ電車の中でストレスを感じます。完璧な例ですね。一般的な感情です。では、もっと強い言葉は？やることが多すぎるとき、なんて言いますか？それは圧倒されるですね。昨日メールで感じたことです。そうです。圧倒される。これは、やらなきゃいけないことや問題がたくさんあって、何から始めればいいかわからないときです。すべてを管理できないと感じます。埋もれている感じです。だから、来週試験が3つあります。圧倒されていますって
言えます。その通りです。または、すべての仕事について考えると完全に圧倒されます。なるほど。次の言葉。何かがうまくいかなくてイライラして腹が立つとき。健三さんの遅いパソコンみたいな。それはイライラするですね。フラストレーションを感じるという言葉です。イライラや問題を引き起こす何かを説明します。つまり、イライラする状況。人に対しても使えますか？時々使えます。人が話を聞かないとイライラします。とか、長い時間待つのはイライラします。って言えます。鍵が見つからないとイライラします。今はもうわかりますね。長くてストレスフルでイライラする一日の後、どう感じますか？疲れ果てます。完全に疲れ果てます。その通りです。疲れ果てるというのは極度に疲れているということです。エネルギーが残っていません。ただ眠いというよりもっと強いです。10キロ走った後、疲れ果てました。小さな子供たちの世話を一日中すると疲れ果てます。それは疲れ果てそうですね。では、私たちが感じたい言葉は？ストレスの反対は？それは落ち着くです。落ち着いていると感じることは平和で静かでリラックスしていると感じることです。心配で頭がいっぱいじゃありません。だから、静かな音楽を聴いて落ち着きましたって言えます。または、今朝湖がとても穏やかで綺麗でした。その言葉、好きです。落ち着いていたいです。使った別の言葉について話しましょう。不安。不安はいい言葉ですね。ストレスと似ていますが、未来に起こるかもしれない何かについての恐れや心配の感情であることが多いです。だから明日就職面接があったら、今日それについて不安を感じるかもしれません。そうですね。または、医者からの電話を待って不安を感じました。時々お腹の中で感じる神経質な感じです。その通りです。では、もう一つ大切な言葉は、管理するです。ストレスを管理する方法について話しましたね。管理する。それは何かをコントロールしたり対処したりすることです。だから、ストレスを管理するというのは、ストレスをコントロールすることです。ストレスにコントロールされないように。よく言いましたね、健三さん。時間をもっとうまく管理する必要があります。とか、大きなチームを管理するのは難しいことがあります。そして今日最後の言葉。燃え尽き症候群。燃え尽き症候群は強い言葉ですね。過度で長期間のストレスによって引き起こされる感情的、身体的、精神的な疲労の状態です。つまり、一日だけの悪い日よりもっとひどいということですね。ずっとひどいです。長い時間のストレスのせいで完全に空っぽに感じる状態です。例えば、休暇なしで12ヶ月働いた後、燃え尽き症候群になりました。多くの学生が期末試験の間に燃え尽き症候群を経験します。それはとてもいい例ですね。復習しましょう。ストレス、心配の一般的な感情。圧倒される、扱うことが多すぎる。イライラする、迷惑を引き起こす何か。疲れ果てる、完全に疲れている。落ち着く、私たちが欲しい平和な感情。不安、未来について神経質。
管理する、何かをコントロールする。燃え尽き症候群、ストレスからの長期的な極度の疲労。わあ、それはとても役立つリストですね。使ってみましょう。水木さん、これらの言葉の一つを使って質問してください。わかりました、健三さん。新しい言語を学ぶことについて、一番イライラすることは何ですか？たった今学んだ言葉を忘れるとイライラします。時々ちょっと圧倒されることがありますが、毎日少し練習することで気持ちを管理しようとしています。それは素晴らしい答えで、3つの言葉を使いましたね。あなたの番です。不安を感じ始めたとき、何をしますか？不安を感じたとき、止まって深呼吸をします。落ち着くことに集中します。疲れ果てたり、後で燃え尽き症候群になるリスクを冒したくありません。素晴らしい。4つの言葉を使いましたね。視聴者の皆さんは、これらの言葉を使う準備ができていると思います。私もそう思います。覚えておいてください。練習が完璧を作ります。今週、これらの言葉の一つを使ってみてください。さて水木さん、本当に素晴らしい会話でしたね。ストレスを管理することについてたくさん学んだ気がします。そして、新しい日本語の言葉も学びました。それを聞いて嬉しいです、健三さん。視聴者の皆さんも同じように感じてくれているといいですね。私たち全員が経験することについて、とても正直な話でした。そうでした。それでは今日練習したことをまとめてみましょう。メインのトピックはもちろん日本語でストレスについて話す方法でした。その通りです。まず、ストレスについての自分の個人的な話を共有しました。健三さんは昨日、とても大変な一日で、私は騒音や大勢の人がストレスに感じることについて話しました。そしてそれが大切な最初のポイントですよね。話すことが助けになります。ストレスを感じています。で、声に出して言うことが気分を良くする最初のステップです。絶対にそうです。ストレスを感じることは完全に普通だということも話しました。悪いことでも変なことでもありません。人間的なことです。誰でも時々感じます。その通り。だから誰も一人だと感じる必要はありません。それからどうすればいいかの部分に移りました。たくさんの異なる戦略を共有しましたね。そうしました。みんなのためにもう一度リストアップしましょう。健三さんが立ち上がって窓の外を見た時のような短い休憩を取ること。考えやタスクを整理するためにリストを作ること。落ち着くお茶を飲むこと。シンプルだけど効果的なトリックです。友達や家族と話すこと。問題を共有すると小さくなります。ランニングや散歩のような筋体運動。十分な睡眠をとること。これは心にとってとても大切です。タスクに優先順位をつけること。何が一番大切かを最初に決めます。大きなタスクを小さなステップに分けて怖くないようにすること。料理、音楽を聴く、面白い動画を見るなど好きなことをすること。わあ、それは長いリストですね。そしてそれでも全部じゃありません。大切なことは自分に合ったものを見つけることです。私に聞くものとあなたに聞くものは違うかもしれません。完璧に言いましたね。
個人的な道具箱がすべてです。自分を助ける道具で、自分の道具箱を作る必要があります。それから大きな語彙復習をしました。ストレス、圧倒される、イライラする、疲れ果てるなどの言葉を練習しました。そして落ち着く、不安、管理する、燃え尽き症候群も学びました。覚えておいてください。これらの言葉はコミュニケーションのための道具です。自分の感情に名前をつけられると、それを理解して助けを求めることが簡単になります。本当にその通りですね。圧倒されるという言葉を知っていることが、なぜパソコンを見つめていたのか理解するのに役立ちました。ですから視聴者の皆さん、これらの言葉を使うことをお勧めします。今週、一つの言葉で文を作ってみてください。さて、動画のお気に入りの部分の時間です。今日の質問です。これは皆さんから聞いてお互いに学ぶところです。はい、今日の質問は学んだことを実践することについてです。それでは質問は、ストレスを感じ始めたとき、リラックスして落ち着くためにする小さなことは何ですか？下のコメント欄で教えてください。何でもいいです。水を飲むかもしれません。10まで数えるかもしれません。ペットと遊ぶかもしれません。知りたいです。アイデアを共有することでコミュニティを作ることができます。見ている他の人に素晴らしいアイデアを提供できます。あなたのコメントが誰かの気分を良くするのに役立つかもしれません。すべてのコメントを読んでいます。大好きです。一緒に日本語を練習しているのを見るのはとても素晴らしいことです。行く前に簡単なリマインダーです。このレッスンを楽しんで役に立ったと感じたら、この動画にいいねして知らせてください。そしてまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。毎週このような新しい会話を作ってリスニングとスピーキングの練習をお手伝いしています。日本語を学ぶことは旅です。そしてこの旅を一緒にできて本当に嬉しいです。覚えておいてください。自分に優しくしてください。ストレスの多い日があっても大丈夫です。リストから一つの小さなことを試して気分を良くしてください。それが最高のアドバイスですね。今日私たちと時間を過ごしてくださって本当にありがとうございました。感謝しています。次回もまた別のミスタージャパニーズチャンネルでお会いしましょう。お体を大切に。それでは皆さん、さようなら。またね。